にちは。今回は以前にも出したんですが、円の編み方の法則について説明していきたいと思います。まずこちらですね。細編みで円を10段編みました。で、増し目のところだけ色を変えてあります。まず1段目から編んでどんどん大きくなっていくんですが、1段ごとに立ち上がって編んでいきました。立ち上がりのラインがここです。ちょっと見えにくいのでマーカーで印をつけていきます。ペンでね、そのまま立ち上がりのラインを描いていきます。ここですね。引き抜き編みをした目がこの赤い線のところです。それではこれからその法則についてお話ししていきます。まずポイントとしては1段目、2段目、3段目まではだいたいどんな円の編み方でも同じ目数で進んでいくと思います。1段目は細編み6目でスタート。2段目はすべての目に増し目を入れるので、増し目が6回、細編みが12目入ります。そして3段目もさらに2段目より6目増えますので、細編み1つ増し目、細編み1つ増し目を交互に繰り返して、目数が18目になります。ここまではだいたい同じ編み方になっていると思います。私の編み方のポイントは4段目からです。偶数段がポイントです。偶数段でちょっと、足し算引き算をして簡単に考えることでどんどん円を大きくしていくことができます。3段目から順に増し目と増し目の間の細編みの数が1つずつ増えていきます。3段目から増し目と増し目の間の細編みの数が1つずつ増えていきます。3段目は増し目と増し目の間、細編み1つでした。4段目は増し目と増し目の間、細編み2つ入っています。5段目は増し目と増し目の間、細編み3個入っています。なので段数引く2をまず計算します。例えば8段目だとすると8引く2なので、増し目と増し目の間は細編み6だなということになります。増し目と増し目の間 1,2,3,4,5,6 目細編みが入っています。まずそれを頭に置いておきます。これは奇数段も偶数段も同じです。奇数段も偶数段も3段目だとすれば 3-2 で増し目と増し目の間は細編み1つになります。4段目は増し目と増し目の間 4-2 で細編み2つ。これを、基本とします。で、これがこの赤いラインですね。立ち上がりのラインになっています。いつも同じ場所で細編みの増し目を入れていくと六角形になってしまうので、こんな感じでね V になっていくように増し目の位置をね、段ごとにずらしていくことで綺麗な円になっていきます。で、その分け方を説明します。ここで、偶数段がポイントになってきます。まず、3段目以降4段目からがポイントとなります。増し目と増し目の間の細編みの数を分けます。このように半分に分けます。これ4段目。4段目は 4-2 で2なので、増し目と増し目の間の細編みは2つ。それをスタートのラインで分けるので、スタートは細編み1つです。なので 4-2 割る2という、計算ですね。で、細編み1増し目、細編み2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 増し目、そして最後に細編み1つ来るという感じですね。4段目は 4-2 割る2でスタートして、終わりも 4-2 割る2の数の細編みが入ります。5段目、奇数の段はそのまま 5-2 の数で始まります。スタートは 5-2 なので細編み3つ編んで増し目を入れる。
細編み3つ編んで増し目を入れるを6回繰り返して最後増し目になっています。6段目も同じです。6-2は4なので細編み2目でスタートします。スタートから細編み2目編んで増し目を入れて、その後は 6-2 の細編み4目増し目、細編み4目増し目でぐるーっと繰り返し編んできたら、最後も 6-2 割る2の数、6-2 は4で4を2つに分けるで2目になりますね。このように見るとね、わかりやすいと思います。増し目と増し目の間の細編みをスタートと最後に分けて編んでいきます。これは偶数段だけです。奇数段7段目は 7-2 の数ですね。増し目と増し目の間の細編みの数 7-2 は5なので5目細編みを編んで増し目、5目細編みを編んで増し目、5目増し目、5目増し目繰り返して最後増し目で終わっています。次8段目は 8-2 なので細編みは6目入ることになりますが、偶数段なので 8-2 割る2の数からスタート。6割る2は3なので細編み3目編んで増し目を入れ、その後は 8-2 6目細編み増し目、6目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 増し目、そして最後も 8-2 割る2の残りですね。最初3目入れたので残りの3目を後で編みます。わかりますかね。このように考えていくと、何段でも23段でも50段でも60段でも100段でもずーっとね、同じ計算方法でどんどん大きくしていくことができます。9段目は 9-2 なのでスタートは細編み7目編んで増し目。奇数段は簡単ですね。割る2がないので、9-2 の細編み7、そして増し目、細編み7増し目、細編み7増し目、細編み7増し目繰り返して最後増し目で終わります。そして10段目、偶数段です。偶数段は段の数 10-2 なので8ですね。そしてスタートと終わりで、この目数を分けるので割る2の細編み4目でスタートして増し目を入れます。そして増し目と増し目の間、次は段引く2なので細編み8目増し目、細編み8目増し目、細編み8目増し目繰り返していって、最後は残りの4目です。こことここでね、分けてから編み進めるのでちょっと混乱するんですが、計算すれば簡単ですね。10段目は、10-2 割る2の、細編み4目からスタートして、それと同じく細編み4目で終わるということになります。はい、ということでさらっとですね、増し目の色を変えて編んだ円で10段目まで説明しましたが、ずっと考え方は同じで、3段目以降は段引く2の数を増し目と増し目の間に入れる。そしてポイントで偶数段ですね。偶数段はスタートの目数が段引く2割る2の数からスタート。終わりも同じ目数となります。偶数段は段の、今何段目か。8段目だと 8-2 で6目ですね。増し目と増し目の間の細編みの数は6目となりますが、スタートと終わりでそれを半分ずつに分けて編み始めます。なので細編み3目で始まって細編み3目で終わる。で、つないでみると増し目と増し目の間の細編みの数は6目となっています。こんな感じですね。で、1段ごとに6目ずつ増えていくということになります。結構前にも、円の編み方同じ説明でね、動画を出しているんですが、ちょっと字幕のね、計算式の書き方が計算方法が変わってきちゃうよということだったので、また新たにね、動画にしてみました。この法則で簡単にどこまでも大きく綺麗な円を編んでいけるので、ぜひ、
参考にして覚えてみてください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。